この殻がいけるんですね。こういう感じですね。はい。ここで水を加えて蓋をします。でちょっと焦がし感をやめます。こんな感じですね。冷凍 OK！ はい、やってきました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何やるかと言いますと、冷凍卵1個でダブル目玉焼き&天ぷらをやりたいと思います。前回ですね、冷凍卵を使ったレシピいくつかご紹介しましたけども、今回はですね、また違った冷凍卵を使ったレシピご紹介しようと思います。で、特に今回はですね、解凍しなくても食べられる方法、調理方法のレシピを紹介しようと思います。で、一つはですね、凍ったまま半分に切って、フライパンで焼くとですね、ダブルの目玉焼きができるっていうレシピを。で、もう一つはですね、冷凍卵を使った天ぷらをご紹介しようと思います。ぜひご覧ください。はい。はい。ということですね、こちら冷凍卵になります。で、卵の冷凍の仕方は前回の動画でお伝えしてますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。で、前回の動画ではですね、一度解凍して調理に使うっていうやり方してたんですけども、それだとやっぱり流水でも30分以上かかって、で冷蔵庫で解凍しても1日ぐらいかかっちゃうので、今回はですね、凍ったまま使うレシピをやりたいと思いますね。解凍する必要はないので、そういう意味ではすごく手軽かなと思います。凍ったまま使う時なんですけど、ラップ剥がしまして、凍ったまま、この水をかけて、この殻が剥けるんですね。でこういう感じで殻を剥いて使いますね。でこういう感じで綺麗に剥けます。まず最初にですね、これを使ってダブル目玉焼きを作りたいと思います。卵をですね、凍った状態で半分に切って、でそれをフライパンで焼くと、1個の卵から2個の目玉焼きができるという、そういったレシピをやりたいと思います。卵を半分に切るんですけども、一応うっすら黄身が見えるので、黄身の部分が半分になるぐらいに入れてもらえればいいかなと思いますね。この時やっぱ滑りやすいので、なんかちょっと滑っちゃいそうだなって思う方は、もう少し卵を溶かしてからやった方がいいかなと思いますね。で、一応ここに切り込みみたいなものを入れた後、上からこう押してあげるっていう感じですね。で、こう切っちゃうと結構つるっといって、指までこう切っちゃう恐れもあって危ないので、必ずこう上からこう押さえつけて切るような形にしてもらうと、安全に切ることもできるかなと思います。気がすると大変なので、十分気をつけてこれ半分にカットしてもらえればと思いますね。こういう感じですね。はい。ゆで卵みたいに見えますけど、これ実は凍った状態なんですね。でこのままフライパンで焼くという感じですね。まず油ですね。サラダ油、大さじ1ぐらいですね。目分量で大丈夫ですね。でここでさっきの、カットした冷凍卵ですね。でこれをそのまま上に乗っけます。でこの状態で中火にかけます。でこのちょっとパチパチという音がしてきたら、ここで水を加えて蓋をします。でこれでちょっと蒸し焼きにするわけですね。でちょっと弾いてきたりとかしたらですね、火を弱めていただくといいかなと思いますね。で蓋をしてじっくりとこう中まで、火を通したいと思います。ガラスの蓋使ってもらって、で黄身の真ん中の部分が色が変わってきたら大体 OK ですね。こんな感じですね。まだ火が通ってなさそうだったらもうちょっと蓋をして追加で加熱してもらえればと思います。はい。これで1個の卵から2個の目玉焼き、ダブル目玉焼きの完成です。で、次のレシピはですね、冷凍卵の醤油ダブル目玉焼き丼を作りたいと思います。で先ほどの目玉焼きと作り方は一緒なんですけども、さらにその醤油で味付けをして、それを丼にしようという感じですね。ですのでまた、凍ったまま半分に切って、これをフライパンで焼きたいと思います。じゃあ焼いていきたいと思います。油はですね、少量でいいので小さじ1ぐらいですね。今度は少なめにしております。でここにカットした冷凍卵ですね。断面を同じように下にしてフライパンの上に乗っけます。でこれで中火にかけます。でこの白身の部分がちょっとパチパチとしてきたら小さじ1の水を加えて蓋をします。
ちょっと火力も弱めて弱火にしてもらうといいかなと思いますね。さっきのダブル目玉焼きほど、火が通ってなくてもいいので、途中で開けちゃおうかなと思います。今回はこれをひっくり返して片方の面もですね、焼こうと思います。ですのでこの時点ではまだ白身が生でも大丈夫なので、ちょっと早めにひっくり返しちゃうと思います。お、いい感じですね。目玉が2個できてますね。で、ちょっと仕上げに、醤油を少し垂らします。小さじ1/2ぐらいかなと。目分量で全然大丈夫ですね。で、ちょっと焦がし感を広げます。で、醤油の香ばしい感じが出たら、もうこれで火を止めて完成ですね。で、丼にご飯を盛ってですね、その上にこの千切りキャベツを乗せたいと思います。これは量はお好みでっていう感じですね。先ほど焼いたダブル醤油目玉焼き、こちらですね。これをドンしたいと思います。ドーンって感じですね。はい。で、あとは、好みなんですけども、マヨネーズを添えて完成です。ダブル卵醤油目玉焼き丼の完成です。続いてはですね、冷凍卵を使ったサクサク天ぷらを作りたいと思います。で、まず天ぷらの衣作りからしたいと思います。で、まず、水が 80ml ですね。で、これをボウルに入れます。で、ここで、その衣に、実はマヨネーズを入れます。マヨネーズが大さじ1ですね。で、入れます。で、この水とマヨネーズを、しっかりと混ぜ合わせます。天ぷらの衣にマヨネーズを入れるとですね、すごくサクサクに仕上がるんですね。なのでこのマヨネーズを入れるっていうのは結構おすすめですね。ここに薄力粉、これを 50g 入れます。で、これで混ぜるんですけども、ここからはしっかりと混ぜない方がよくてですね、もうさっくりと混ぜるって感じですね。で、多少粉っぽさが残るぐらいの硬さで OK ですね。で、冷凍卵ですね、凍ったままカットしたもの、こちらを粉につけて、でこれで油で揚げます。これから油で揚げていきます。で、今回はですね、フライパンにちょっと多めの油入れてます。卵の半分ぐらいが浸かるぐらいしっかり入れてもらえるといいかなと思いますね。で、今火にかけてますけども、ちょっと衣を落としてもらって、ちょっと衣がパチパチというぐらいになったら、もう入れても OK ですね。じゃあ凍ったままこれ生地まとわせて入れます。でこれ入れたらですね、この衣も足してあげてほしいんですね。そうすると衣が増えますので、この天ぷらの衣を追加して入れておきます。天ぷらって料理としてめんどくさいなと思われる方もいると思うんですけど、結構この衣がですね、かさ増しにもなりますので、量が増えるっていうのもありがたいですよね。で、今回卵1個にしてますけども、この衣の量であれば卵2個とか3個とかですね、量は増やしてもらっても大丈夫ですので。で、ちょっと下の方がですね、きつね色になってきたら、こちらひっくり返したいと思います。でこれでまた揚げていきます。で全体がきつね色になるように途中ひっくり返しながら揚げていただくといいかなと思いますね。これぐらいきつね色になったらいいですね。きつね色になるまで揚げていただくとカリカリとしていいかなと思いますね。卵という本当に馴染み深い食材ですけども、贅沢な一品になりますね。でこちらでちょっと断面見てみたいと思います。こんな感じですね。中はもうゆで卵みたいになってますね。揚げ加減をちょっと緩めて短くとかしてもらうと、ここが半熟にもなります。それは結構卵の大きさとか揚げる時間によっても変わってくるんですけども、これぐらいしっかり火を通しても美味しいですので、これで食べたいと思います。揚げた卵の天ぷらをですね、ご飯に乗っけたいと思います。ご飯を盛り付けて、その上にこれをドーンと乗っけちゃいます。結構ですね、卵料理とはいえ存在感がある
贅沢な一品になってるかなと思いますね。仕上げにこのめんつゆですね。めんつゆをストレートにしたものをですね、お好みの量をかけてください。特にこの衣のあたりにかけていただくと、美味しく食べれますね。衣にもマヨネーズが入ってるので結構味はついてますので、そんなにめんつゆかけなくても美味しいですね。冷凍卵の天ぷら、丼になります。ということですね、冷凍卵を使ったレシピいろいろ作ってみました。じゃあちょっと早速食べたいと思います。冷凍卵のダブル目玉焼きですね。こちら食べたいと思います。じゃあいただきます。美味しいですね。普通の目玉焼きなんですけど味はもう多分1個の卵から作っても一緒なんですけど、でもそれが2個になるっていうところがやっぱ面白いじゃないですか。でしかも焼き目の焼き具合がやっぱ変わってはくるんで、2個に割って焼くことでちょっとその味わいも変わってくるんじゃないかなとは思いますね。であと1個を2人で分けることもできますし、そういった使い方もあるんじゃないかなと思いますね。で冷凍卵は黄身がですね解凍すると硬くなるって言ってるんですけども、実は加熱をすると、その差っていうのはなくなるんですね。だから加熱した黄身の場合は特に冷凍したからっていうのは関係ないんですね。でただ半熟だとやっぱ黄身のもっちり感っていうのは残るんで、火加減を変えてもらっていいかなと思いますね。で次はですね、醤油で焦がしたダブル目玉焼き丼ですね。いただきます。美味しいですね。でこっちはですね半分にカットして断面が大きくなってるんで、醤油で焦がしてあげることで、よりご飯にも合う、そんなおかずになってますね。でキャベツと、マヨネーズも加えてるんで、一緒に食べるとご飯も進むかなと思いますね。であとはですね冷凍卵で作った天ぷらですね。いただきます。美味しいですね。ちゃんと主役級の天ぷらになってますね。結構生卵から作ろうと思ったら、やっぱ卵が崩れちゃいけないんで、結構難しいんですね。でも凍ったものだと誰でも簡単にできたりするんで、すごく僕はおすすめですね。だから凍ったまま卵を油に入れると爆発するんじゃないかって思う方もいると思うんですけど、意外としっかり凍った状態で衣をつけて、油で揚げるとですね、大丈夫ですので、ぜひやってみてほしいなと思いますね。はい、ということですね、今回も冷凍卵を使ったレシピいろいろご紹介しました。いかがでしたでしょうか。今回はですね、冷凍卵をですね、凍ったまま使うというレシピにしました。やっぱ解凍するのに時間がかかってしまったり、手間がかかったりしますので、水をかけて殻を剥いて、で、その凍ったまま使えるっていうところで、簡単さがいいんじゃないかと思います。今回のレシピに関してはですね、やっぱしっかり凍ってる方がむしろ調理しやすかったりもしますので、その利点も活かせるんじゃないかなと思いますね。冷凍卵もですね、もういろんなレシピの可能性がありますので、ぜひ皆さんもね、こんな料理にしたらいいんじゃないかっていうのは、ぜひ考えてやってほしいなと思います。もし冷凍卵でおすすめのレシピなんかありましたら、コメントしていただけると嬉しいかなと思います。こんな感じで、この冷凍チャンネルはですね、おすすめの冷凍食品紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK！ 冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。